Hi! This is Ray Ray's journal. I'm Naomi and this is Ray. Ray. Ladies Journal です。私はナオミと申します。よろしくお願いします。この子は私の息子のおにぎり食べようか。息子のレイです。レイくん。はい。今日はですね、タイトルにも書いたんですけど、お薬の飲ませ方についてお話ししたいと思います。タイトルの横気づきました？最終手段と書かせてもらいました。っていうのも、お薬の飲ませ方、ネットとか、本とかいろいろ載ってると思うんですね。で、それを試したけど一つも効果がなかったよっていう人のために特に作った動画なんです、これは。っていうのも、私たちも実はありとあらゆる方法を試しました。ネットで調べたやつね。アイスクリームに混ぜるとか、もちろんこの市販のゼリーのやつにくるむとか、オブラートもやったし、チョコレートとかもやったし、全部やりました。で、薬剤師さんにも相談したし、友達の看護師さんにも相談したし、ありとあらゆる方法を使ってお薬あげようとしたんですけど、全然効果がなくて、もう拒否して指噛まれるわ、引っかかれるわ、挙句の果てに食べたものをうえーって全部吐いてくるね、始末でした。でもそれ見てるのが辛くて、もう何度私も泣いたことか分かりません。シャワーに入って、吐いたものを流しながら一緒に私もうわーって言って泣いてっていうのが半年ぐらい続いて、その半年後に今日紹介する方法を思いついたんですね。おにぎり食べよっか。おにぎり食べてます。で、その方法を試すには2つに道具が必要なんです。では今から必要な2つの道具について説明をします。お見せします。1つ目はこれです。じゃあ、医療用のシリンジ、パッケージにはテルモシリンジっていう風に書いてました。テルモのやつだと思います。で、これ私たちはレイが長期入院した時に看護師さんから多分カテーテルに使うのかな、カテーテル用のシリンジみたいで、それを看護師さんからたくさんもらいました。で、多分大きい病院内にある薬局とかそういうところで売ってるんじゃないかなと思います。主治医さんに聞いてみてもいいかなとも思います。で、スポイトよりもこれが絶対いいです。なんでかっていうと、スポイトだったら中に入れたお薬が全部出ていかないんですね。シュポシュポシュポってなって。だけどこれだったらこうゴムのパッキンみたいなのがついてるので、全量ガーッと流し込むことができます。なのでこういった形のシリンジがおすすめです。あともう一個の道具はこんなやつです。プラスチックでも切れるようなカッター、それが2つ目の道具です。で、このカッターを使ってこの医療用シリンジの先っぽの細くなってる部分をカットします。で、カットしたものがもう毎日使ってるものなんでちょっとね汚いけど、これです。ただの筒状になります。こういう風に筒状で、最終形態がこういう感じですね。こんな筒のポッと押したらもう中身出てきちゃうみたいな、こんな形のものを作ります。
この2つのもの、最終的にはこの1つですね。この道具がお薬をあげるために必須、もう絶対必要なものです。で、なんでこの子がお薬そんなに飲まなきゃいけないかっていうとですね、実はすごく元気そうに今見えると思うんですけど、実はこの子すごくレアな、なんか書籍によったら4万人に1人とか、でも最近の研究だったら2から3万人に1人とか、とにかくレアな病気を持っています。ありゃ、大丈夫？で、その病気の名前がドラベ症候群というちゃちゃものです。で、どれ？すき焼き？もっと？で、そのドラベ症候群に関して今お話ししてたら、bless you、 大丈夫か？すごく長くなっちゃうので、また別の動画で病気についてのお話ができたらいいなと思っています。とにかく今回はお薬のあげ方なので、朝レイ君にお薬をあげてるところを撮影した動画があるので、それを今からお見せします。おはようございます。まずお薬を小さい器に入れていきます。朝は4種類。お水をピッ少量加えて混ぜます。これぐらい、こんな感じかな。しゃびしゃびにしちゃうとこの中から漏れちゃったりするので、ちょうどいい感じ。結構これは慣れないと難しいかもしれないけど、こんなちょっとべちゃってしたぐらい、こんな感じにします。で、ここぐらいまで押し上げて少しずつ入れていきます。手も使いながらちょこっとずつで、ちょっと入れたら引くってしたら中にどんどん入っていきます。ちょっと手を使いますね。こんな感じで引く。はい、完成。これぐらい、こんな感じです。はい、じゃあ今からレイ君にお薬をあげます。嫌だな、嫌だな。美味しいよ。頑張ってる。ちょっとこの口の端っこから入れていくのがコツだと思います。いくよ。はい、口のここから真ん中の奥まで、はい、入った。フィニッシュ。はい、どうぞ。飲み物とかご飯をあげたらもう完璧。オッケー、イエーイ。ハイファイブ。イエー。薬飲めた人。薬飲めた人。はーい。編集しないと。はい、どうやってやるかというと、この口角の部分に指を、だいたい口って閉じてるので、ここに指をちょっと入れて、シリンジをカッとスライドさせて入れます。で、真ん中の喉のところまでちょうど来たら、喉気をつけてくださいね。これで怪我しないように。よ、
よく注意しながらここまで真ん中まで持ってきたら、まあ首を上向いてる状態なので、そのまま思いっきり勢いよくバッとお薬を押し込みます。そしたら本当に綺麗に喉のところにスーッとお薬が入っていくようになります。でまあ念のため一応その後にご飯を一口あげたり、あとはお茶を飲ませたりしてお薬を流し込んでください。でそのお薬のあげ方をね、この道具を発明っていうか分からんけど発明してお薬をあげ出してから、もう今までの涙が嘘だったかのように楽に、まあ本人まだ嫌がるんですけど、すっごく楽にお薬が飲めるようになりました。しかも何がいいかって、これパッキンついてることで飲み残しなくお薬をあげることができるようになりました。それってレイの病気の治療にとってはすっごく大事なことなので、本当にこのちっぽけな道具に思うんですけど、この道具様々すっごく感謝している道具なんです。なので私たちと同じようにもうどうしようって困ってる方いるんじゃないかなと思ったので、この動画を作りました。ただまだお薬嫌がってることには変わりないんですよね。だからもしもこの動画を見てもっといい方法あるよとか、これ試したらっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄に書いてください。お願いします。はい、動画見てくれてありがとうございました。どうもしてね。はい、ありがとうございました。はい、私たちに質問だったり嫌がられた質問だったりリクエストとかあればどしどしコメントを残してください。ではその前に Thank you for watching this video for a long time. I know it was pretty long. Hope that tip helped you guys. And if you have any questions, requests, please leave a comment below so we can answer to those questions in some other videos. Thank you! Bye bye! 片付けしてんの？すごい！Clean up, clean up, let's